韓国と日本って似てる国だと思ってませんか？それ誤解かもしれませんね。米を食べて見た目が似ていても全く違う特徴もあるんですよ。実は日本にはほぼ存在しないレベルなのに、韓国には日常に溢れているものがあります。しかもこれ、日本に住んでいるだけでは絶対に気づけません。旅行でもニュースでもわからない。実際に両方の国で生活して初めて体と感情でわかる違いがありました。今日はその代表例を6個取り上げながら、なぜ韓国には多く、なぜ日本にほぼ存在しないのか、その文化背景、社会構造、国民感情まで噛み砕いて説明しますね。まず一つ目、デモです。韓国は感情が街に出る社会と言えるかもしれません。ソウルでは週末になると、クァンハム、ヨイド、ソウル駅という有名ところで、数万人規模のデモが同時多発することがよくあります。横断幕、拡声器、トラック型スピーカー、大統領退陣、司法は腐っている、労働者を守れ、音量は本気です。地下鉄を出た瞬間、大声とサイレンと太鼓の振動が胸に当たる。これ日常です。一方、日本はですね、国会前での抗議は存在しますが、規模も頻度も街の侵食度も全く違います。警察が整理し、歩行者動線を守り、生活空間と切り離される。日本で暮らしていると、デモに遭遇する体験自体が僕の場合は稀でした。なぜ韓国はこうなったのか。韓国ではですね、路上で勝ち取った記憶が社会に刻まれています。昇進して労働者の人権を守ろうとしたり、街で声を出して大統領を下ろす韓国現代史の転換点にはデモがつきものでした。二つ目、会社です。一言で言うとですね、韓国は成功を見せたい人が多い社会。比較すれば多い社会とも言えます。ソウル歩いているとですね、ベンツ E クラス、BMW5 シリーズはもうタクシーレベルなんじゃないかぐらい走っています。カンナムではポルシェ、ランボルギニが信号待ちで並ぶことも珍しいとは言えません。駐車場に入る瞬間、もうエンジンの音、車体の艶、エンブレム、全部が私はここまで来ましたという自己紹介に移ってしまうこともあります。なぜ韓国ここまで会社が多いのか。韓国ではですね、学歴会社収入が一種のステータスになったりもします。これ一部だと思うんですけどね。だからこそ一瞬で伝わる記号が必要になる。会社はその最短ルートです。また韓国の場合ですね、保険とか車検などの維持費も日本ほど高くはないので、かつ駐車も日本レベルで困っていたりはしないから、気軽に車が帰って気軽に運用ができる要因というのも、大きな役割をしています。一方日本、皆さんご存知の通り、もちろん東京でも高級車走ったりするんですけれども、レクサスとかクラウンみたいに目立たない色、控えめな仕様で高級車乗ったりもしますね。これ日本の方の平均しての特徴なんですけれども、謙遜とか控えめとか目立たない特徴が反映されているかもしれません。3番目、コーヒー。韓国はですね、もうカフェはガソリンスタンドみたいなものです。ソウル、特にホンデ、カンナム、ソンスみたいな、繁華街はですね、半径500メートルに10軒から20軒のカフェが普通にあります。しかも全部生き残ってるんですね。これですね、低価格コーヒーの存在がそうしています。韓国でメガコーヒーとかコンポーズとかペクタバンというコーヒー屋がありましてですね、なんとコーヒー1杯で200円ぐらいしかしないんですよ。味は正直そこそこなんですけれども、でも安いから毎日毎回行けるんですね。その結果、テイクアウトが爆発的に超え、街が常に人で循環する仕組みになっています。朝、片手にアイスアメリカーノ、昼、会議帰りにもう一杯、夜、帰宅前にまた一杯みたいな、このコーヒーが街の血流になっている感覚です。一方、日本、カフェは落ち着くし、社業することも多いんですけど、価格がですね、300円、400円、500円とかするから、毎日毎回っていうのはちょっと重いかもしれないんですね。4つ目、主張が景色になる社会かもしれません。ソウルの交差点、学校前、マンションの外壁、〇〇大学合格おめでとう、不正を許すな、住民の権利を守れ、赤い、青、文字は太文字、主語はでかい、街がずっと叫んでいる状態です。しかも期間が長いです。一度かかると数週間から数ヶ月そのまま景観より伝えることが優先されています。なぜここまで言葉が外に出るのか。韓国社会はですね、沈黙は敗北という感覚が強い。何かあればとりあえず出す。まず見せる。まず主張する。横断幕はもっ
最も安く、最も目立つ自己主張ツールなのかもしれません。一方、日本でですね、駅前に横断幕がちょっとあるぐらいでですね、選挙期間ですらサイズ、場所、門限が管理されているイメージがあります。街は共有財産みたいなもので、個人の感情を乗せすぎないという思想かもしれませんね。韓国は言葉で空間を奪い合う。日本は言葉を抑えて空間を守る。この横断幕の有無で、日本と韓国の社会雰囲気の違いが見えてくるかもしれません。5つ目、教会です。これ、韓国は宗教がコミュニティを支える社会になっているかもしれません。ソウルの住宅街を歩くと、必ず行っていいほど教会があります。赤い十字のネオン、夜でもはっきり光る半径 1km に5軒以上あることも珍しくありません。日曜だけじゃない、平日の夜でも人が集まります。教会で何をしているか、礼拝だけじゃないんです。子育ての悩みとか、無料の食事提供とか、若者の居場所とか、つまり教会は宗教、福祉、コミュニティセンターですね。ここにいていいと言ってくれる場所なんです。なぜここまで韓国で教会が根付いたのか、韓国はですね、競争が激しいとか、家族が地方とソウルで分断しているとか、国家のセーフティネットが薄かった時代が長いとか、その隙間を教会が埋めてきました。信仰というより、生き延びるための共同体だったのかもしれません。一方日本はですね、寺、神社多いですね。でも、この日常的に大晦日とかには行ったりすると思うんですけれども、なんかこの神を信じるから心の安全のために通うイメージまでではないんですよね。悩みは家族か職場かプロに相談する。宗教は基本的に個人の内側に留めておくものみたいな認識がありますね。雰囲気違います。最後、6個目。路上のゴミです。ソウルの朝ですね、報道の隅っこに、コンビニ袋、紙コップ、タバコの箱、夜の飲食会では食べ残しの匂いとか、濡れた段ボールとか、踏み潰されたカップとかあったりするんですね。なぜこうなるのか。韓国はテイクアウト文化が多かったりとか、深夜まで人が動いたりとか、街の回転が早すぎたりとか、公共の空間で捨てられたゴミがそのまま置かれていることが見えてくることがあります。一方、日本ですね、皆さんご存知の通り驚くほど、ゴミ箱ないのに街綺麗ですよね。これ多分皆さん家にゴミを持ち帰る前提で、その意識が設計されていると感じています。で、日本に来て実際僕これ戸惑ったんですけれども、ゴミ捨てたいのに捨てられる場所があんまりないという、コンビニまで行って捨てないで行けなかったりとかするんですよね。で、これ不便だったんですけれども、これが日本の街を綺麗にしてるかもなと思いながらいます。これですね、韓国、日本というよりかは世界の中でも日本だけが特殊なのかもしれません。日本の静けさと清潔さは日本人が無意識に積み上げてきたとても高度な共同作業だと思っています。こうやって並べてみると韓国と日本って実は似ている国どころか日常の作り方そのものがかなり違うことがわかりますよね。でもここで大事なのは優劣をつけることじゃないと思ってるんですよ。韓国がダメとか日本がすごい。僕今日の話も逆バージョンで語って韓国すごい、日本がダメ。そういう話個人的にあんまりしたい思いはないんですよね。それよりもですね、なぜその国はそうなったのか、歴史、社会、人の生き方が重なった結果として、今の文化があると思ってるんですよね。それを考えるところに価値があるかなと思っています。そしてもう一つ、こうした違いを見たときに、じゃあ自分たちの国では何を守るべきか、何を少しずつ改善できるか、そこまで考えられたら、文化比較はとても意味を持つと思っております。今回の話では、例えば日本の街の静けさ、清潔さ、秩序、これは偶然じゃないですよね。皆さん我慢して気を配って黙ってマナーを続けてきた結果だと思っています。僕は日本に住んでこの文化は確実に誇ってのいいものだと本気で思うようになっております。この当たり前をですね、当たり前だと思わず維持しようと努力を忘れないほしいと思いました。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もお願いします。以上パクンでした。アニョ。